どうも、声優の月しろりなです。本日はゲストに役者であり、イラストでも活躍されている今川宇宙さんをお招きしております。宇宙さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。今川宇宙です。はい。宇宙さんお話聞いたところによると、私と同い年ですか？はい、96年12月3日です。おー !97 年2月なんで、同じ。2月25です。2月25。何ですか？別に何にもない。何にもないなんか知り合いが一緒とかかと思ってて。せっかくちょっと同い年なので、人見知りの身なんですけども、仲良くしたいなって思ってて。はい、ぜひ。いいですか？はい、私もちょっと、あんまり。人見知りなんですけど。本当ですか？同じだ。どうしよう、これ。どうしよう、これ。せっかくの、ちょっとなんか、敬語って距離感じるから、ちょっとふんわりタメ口いいですか？呼びため OK。ツイッターに書いてあるやつ。呼びため20丸。20丸。じゃあ、そんな感じでやっていこうか。はい、じゃあ、お願いします。ぎこちない。じゃだんだんこれ慣れていくはずなので。はい。じゃあちょっと今日は宇宙さんのプロフィールを紹介していただいて。宇宙ちゃんって呼んでください。宇宙ちゃんでいいの？じゃあ宇宙ちゃんの、じゃあ私のこともリナちゃんとかリナムンとか。リナムンちょっと微妙に読みづらいんだけど。リナムン。はい。じゃあ、宇宙ちゃんのプロフィールを紹介していきます。宇宙ちゃんは歌や演劇、イラストなどいろいろな分野で活動されています。それぞれの分野について今日はちょっとどんなことをしてるか聞かせてほしいんですけど、まず、役者？そうですね。もう19から演劇を始めてて、気づいたらだから7年くらいは舞台の演劇を中心に。主に舞台でたまにこう映像の関係のオーディションを受けて、たまーに受かって、たまーに出たりみたいな。オーディションってそんなもんだよね。でも本当に受かんないからですね。あとは脚本演出。脚本演出はもう本当に結構最近始めたことで、なんかまあ演劇が好きっていう中で、お芝居をすることが好きの前に演劇が好きが私はあって。なるほど。だから、やっぱ作る方にだんだんこう興味が7年、こう、いって、で、一昨年の年末に初めて脚本演出をプロデュースで自分でやってみて、それからこう脚本を書くのがすごい楽しくなって、で、こう、演劇ってその、総合芸術みたいなところがあるから、なんか全部に興味がやっぱ出てきちゃうっていうか、なんかここまで聞いててすごいマルチ。めちゃめちゃ。あとは歌は、バンドをやってて。すごいめちゃめちゃマルチ。夢日記っていう、バックに結構強いおじさんたち。強いおじさん定期的にバンバンライブをやってるっていうよりも、結構みんなのタイミングが合う時にこう集まってこう楽しくやろうねみたいな感じで。なんかバンドっていうものにもともと別に全然すごく興味があったわけじゃなくて、誘われて最初そのメインのギターの方に誘ってもらって、楽しいんだって気づいたくらいの感じだから。じゃあもう何事も多分全部やってみて、これ楽しいんだって自分で創作してみるみたいな流れなんですかね。すごい。ですね。あとはイラスト。そう。これは一番聞きたいですね。イラストはもう小さい時から人と仲良くなるためのツールとしてまず最初に絵があるみたいな感じ。もともとその喋るのあんまり得意な方では、家族とかにはすっごい喋るんだけど、なんか学校とかで人とこう自然に仲良くなるのが結構得意じゃなくて、なるほど。で、その時にずっとちっちゃい時から自然に描いてた絵っていうのが意外と役立って。絵がコミュニケーションツールだったんだ。すごい素敵。それで自分は絵が得意だぞっていうふうに思ってて、で、5年生くらいの時に、今まで別のクラスで初めて一緒のクラスになった子が、鬼のように絵が上手い子がいて、今もその子イラストレーターとして活動してるんだけど、そうなんだ。その子に初めて会った時に、なんか小学生だから、なんかもう向こうも闘志が燃えてて、下手くそって言われて、そこで私も、うわ、下手くそって言われたのムカつくって思って、初めてライバルができて、で、そこで上手くなりたいみたいなのがそこで結構ダーってなって、なるほど。そこで初めて楽しく描いてた絵に競争心が芽生えて、もっと上手く描きたいみたいなのが、だんだん出てきて、で、まあ中学から受験したからそのことは離れ離れになったんだけど、中学とか高校になってくると、だんだんオタクがさ、わかる。こう、コミュニティがね、コミュニティができて。わかる。
なんか教室のすごい端の方でね、なんか休み時間にスケッチブック書いたりして。これ見よがしに書いてる。そう。なんか、私の学校ではスケブごっこっていうのが流行ってて、私静岡の浜松出身なんだけど、コミケってなかなか行けない距離だった。東京とかでやってるイラストの祭典とかって行けないから、なんか見よう見まねの知識で、先生、スケブお願いしますみたいな感じを学校でやってて、甘酸っぱいか、これ。正直ちょっとあんま思い出したくないんだけど、そう。リクとかする。リク自分のオリキャラ書いてほしい。そう、オリキャラとか、そう。うちの子と、そのよそのうちの子で、ちょっと、コラボレーションするやつ。うちよそね。うちよそ。浜松市、私、生まれたのは熱海。近いね、じゃあ、隣の県だ。隣の県だ。隣の市。愛知と間違えちゃった。熱海はうちの市だ。静岡だ。浜松は親戚とか、だから静岡結構全域に親戚いる。じゃあ、すごい近しいとこにいたかもしれない。でも、私はそれですぐ生まれて東京だったから、熱海に住んでたこととかないんだけど、祖父母がずっと熱海に住んでたから、結構、静岡には行く。へー。すごい、ちょっと嬉しい。ちょっと一緒だ。何の話してたっけ？今日、で、5年生の話に戻る。で、まあ、中高でオタクのコミュニティができて、お絵描き掲示板で、この学校の人たちが主に使ってるお絵描き掲示板みたいな。学校のがあるの？いや、なんかもう、なんつったらいいんだろう。暗黙の了解で、このなんとかってハンドルネームは誰々さんだわ、みたいなのがもうわかるし、だんだんそこにみんな集まってって、その時スマホじゃなかったから、帰ってパソコンでこうやって書いて、誰よりもうまく書いてやるみたいな。なるほど。初音ミクを誰よりもうまく書いてやるみたいな。何になるでもない切磋琢磨をすごいして、で、すくすくとオタク絵描きとして育っていって。なるほど。じゃあ、オタクど真ん中だった。オタクど真ん中。外で遊ぶより全然絵描いてたし。がぜん。今すごい思い出しちゃった。何小学校か中学校の時に A4 の紙に鉛筆で漫画描いてて、本当に恥ずかしい。なんかそれがなんか待ってタイトルがビーストハーフ。ビーストハーフ。半分の獣？どういうこと？主人公がなんかドラゴンを体に下ろしてる少女で。なるほど。で、カラスに取り憑かれてる少年に、スカウトされて、スカウト実は、その子の学校のクラスの人たちに意外とビーストハーフがいっぱいいて。待って、ビーストハーフって何そのビーストハーフ知ってる前提で全然話されても全然わかんない。ビーストハーフって何ですか？獣とか、魔獣みたいなのを、使い魔としてその子は竜を持ってて。なるほど。で、なんか、かまいたちをつけてる子とか、あとギャルがユニコーンつけてたり、とか、1巻につき15ページくらいで、結構頑張って6巻くらいまで書いてて。すごい！文化祭編とか文化祭編とか作って、文化祭編で、コピーして学校の人に読ませて、みんなで回しを見てくれて、今考えてました。すごいよ、でもすごいよ。なんかさ、素敵。全然素敵。だって、みんなそういうのって秘めるからさ、必ず。大丈夫？だけど、ちょっと、本当に、これが一番恥ずかしいっていうのはもう漫画の内容はいいよ。もう小学生ならではだと思う。後書きがある。後書き作者の後書きがある。作者とさ、中のキャラクターが絡むやつだ。もう、それこの間なんか引き出しから出てきて。出てきちゃったんだ。なんか、やばこれどうしよう、お焚き上げに出そうかみたいな。なんか主人公がすごいベタで、メガネなんだけど、なんか基本は温厚なんだけど、なんかメガネバッて外すとめっちゃ強くなる。うわー。あいたたたー。いや、でも今思えばさ、なんかこの今流行ってるナロー系の作品ってさ、それが礎じゃん、やっぱ。確かに。そこが始まりだから。みんな通るんよ、ここは。みんなそう。みんな絶対抱えてるから、私も全然抱えてるし、元気出してしかもそのカラスのイケメンの名前が黒木ナイトだった。黒木ナイトやばい。はい。
ずっとこの生まれた時からイラストを描き続けてる宇宙ちゃんは、多分その中では絶対になんか途中挫折みたいなのもあったと思うんですけど。なんか挫折する前に折れちゃったみたいな不思議なことがあって、で、そのさっき言った通り、その高校、中高まで結構順調に書いてるで、高校の終わりくらいから、そのネットでイラストを上げる活動も始めてて、イラストやってますみたいな感じでオリジナルとか上げてて、その時に初めてその高校生の時に仕事として、T シャツのイラスト描くとか。すごい、もう高校の頃からお仕事受けてたんだ。そう。すごい。で、ライブペイントやったりとかしてて、で、やっぱり私イラストでやっていくのかしらみたいな。もう全然自分のやりたいこと分かってなくて、進路調査みたいなのも全然なんて書いていいから分かんないよね。し、人の心に携わることがしたいみたいなことは思ってたんだけど、でも全然何がいいとかが分かんなかった。で、高校を出てふわふわとしたバイトしたりとかふわふわした時期を送って、それから本当にふわふわした時期を送ってたんだけど、その時になんかすごい尊敬してる先輩がいて、自分がその絵を描くにあたってすごい刺激とか影響を受けた人。で、その人とすごい久しぶりに会った時に、なんかその人もその人で結構その気持ちがすさんでたんだと思うんだけど、で、それくらいの時に、時を同じくして私は、ミス ID っていう講談社のなんかオーディションみたいな、ミスコンみたいなやつに出て、顔を結構がっつり出し始めてて、なんかやりたいことがはっきりしてない状態ではあって、で、その先輩に、君みたいな人は、絵が別に上手いわけじゃないから、普通に会社に入って働いた方がいいみたいなこと言われて、でもすごいその人のこと信頼してたから、そうだよね、尊敬してた先輩だもんね。なんか、絵描いてる時間無駄だよって言われて、きつい。なんか、今君がやってるのって結構ゴミの量産だからやめた方がいいって言われて、なんかでも別にそんなめちゃくちゃ目的があって絵描いてるかって言ったら今違うしな、みたいな、すごい揺れちゃって、挫折までいかないけど、やんわり自信を失っていって、で、2ちゃんであることないこと突然めちゃくちゃ書かれたり、その時同時にいろんなことがすごい波乱な時代だったね。そう。結果はちょっとその、アンチみたいな人も増えて、絵が上手くなくても顔を出していれば女は絵が売れていいなみたいなこととかめちゃくちゃ言われるようになって、今までめちゃくちゃその優しくしてくれてた人になんかお絵描きアイドルとか言われてブロックされたりとかして、なんかいろんなことが同時に起きちゃったのよ。大変だね。そう。で、なんか、そっか、私、なんか絵描いててどうなるんだろう、このまま、みたいな。悩んでる時に、ものすごく大好きな団体があって、そのアート系の団体があって、その人たちは遠くに呼ばれたことがあって、でもめちゃくちゃワクワクして嬉しすぎる。そうだよ、大好きな団体と関われるんだし。私の今までの絵とかを見せて、これなんかテーマとかあるんですかみたいな。偉い人来ちゃって、なんか偉い人に。公表されたんだ。そう。これテーマとかなんか社会的ななんかメッセージとかあるんですかみたいな言われて、結構その自分の好きなものを書いてますみたいな。じゃあ今川さんはお絵描きは好きだけど作品作りはしてないんですねって言われて、そこでなんかバリーンってなって、そうだって思っちゃったの、その時は。その通りだって。で、じゃあ私って社会的メッセージとか、絵を通じてなんか世の中に伝えたいことってなんだろうって思ったらないわってなっちゃって。もう小さい時から親が喜んでくれるから描くとか、それはなんか、プレッシャーにも全く感じてなくて、人が喜ぶことが嬉しくて描いてたから、突然その新しいフィールドに好評を受けちゃって。で、もうその日を境に、絵をね、描かなくなっちゃった時期があったの。そうなんだ。なんで描いてるんだっけみたいな。なるほど。気が向いたら描くけど、今もうそれまでの4分の1くらいしか描かなくなっちゃって。もう結局、今くらいのに復活するまでには、2年くらい描かなかった。長いね。で、てかもう何も浮かばなくなっちゃったみたいな、もう好きなものを描くみたいなのが分かんなくなっちゃって、で、もう何かよく分かんない時期をもやーんと過ごしたんだけど、どうやって立ち直ったの？演劇をそれくらいから、その2年のふわふわの時期の中に演劇を始めた時期が重なってくるんだけど、そうなんだ。演劇を最初始めた時は、やってみませんかみたいな感じで、いまいち自分
的にまだ演劇の良さが分からなかった。そうだよね。全然知らないもんね。全然知らないし、お父さんが私俳優だったんだけど、時代劇とかにこうでっかいホールのやつ連れて行かれて、でも小さいからさ、時代劇なんて分かんないじゃん。分かんないよね。で、分かんないし、なんかもう長いし、なんか親がなんか別の人とキスしてるのとかマジで見たくないなみたいな。幼少期だとそれちょっとね、受け入れがたい時あるよね。母親がそれを真顔で見てるのもなんかもう、お前なんか言えよみたいな、すごい思っちゃって。なんか、子供だとわかんないよ。そう、何苦手意識があって、こう、稽古とかも、何この時間みたいな最初は思っちゃって、こう続いてこう、次こんなのどうですかって、ではやってみますってやってて、なんかでもきっとやり続けてれば何かわかるなと思って、4本目に出たやつがものすっごい面白かったの。それは本当に大きい出会いで、その演出家さんとかも今も本当に仲良くしてもらってるんだけど、それはもう脚本も演出も同じ方がやってて、題材がまずオタクを題材にしてる話で、しかも女性のオタクを。で、結構そのオタクの深いところついてくるっていうか、もう結構こう、ゾワってする時もあるみたいなやつに出た時に、あ、演劇の面白さってこういうことなんだっていうのが、すごい面白くって、こんなに小さい、この世界から比べればどんな大劇場の舞台だって小さいじゃないですか。その中で無限にいろんなとこにここの空間が変われる、この1時間半の間に。これが演劇の良さなんだって気づいて、あ、これはもっと知りたいなって思って、で、演劇にそこからどっぷり使っていって、で、もうだから、絵にこだわらなくていいっていう、こう一個また新しいフェーズに入って、絵を描けないんじゃなくて、今描かなくてもいいんだ、私っていうところに一旦たどり着いて、そしたら逆に気が楽になってこう描くようになったりして。すごい。そう。なんか、だんだんそれで絵も描けますっていう状態で演劇を続けてたら、じゃあ小道具のこの絵お願いしてもいいですかとか、あとだんだんこう演劇のフライヤーのイラストをお願いしてもいいですかとかになってきた時に、あ、私また絵描く気めちゃくちゃ湧いてきたわってなって、やっぱり人を喜ばせたいっていうのが私の中のそうね、宇宙ちゃんのね、根底はそこだもんね。誰かを喜ばせたい。何か作品のためになるものの一つとして自分の絵が役に立つんだったらそれは使いたいと思ったし、絵のあり方が私の中でもこの期間を経てガラッと変わって、それまではもうなんか自分の世界を表現みたいなことをすごい考えすぎてたんだけど、よりもこう、やっぱり、だから逆に言えば小さい頃に戻ったっていうか、私、絵に今までこだわりすぎてたんだなっていうことに気づいて、演劇を始めて、まあ、芝居をやっていたりとか、あと今本を書いて演出を頑張ってみたりとかしてる中で、あ、私表現がやりたかったんであって、絵にこだわりすぎてて、他のことに全く目を向けてなかったなって気づいて、自分の世界を表現みたいなのって、いろんな手段があるし、でそこに自分の絵ってまだまだ活かせるなって思って、で今はこう演劇とか、あとまあお芝居、映像とかはまだちょっと経験不足だけど、でバンドのフライヤー描くとか、グッズ作るとか、いろんなことに自分の絵が無駄じゃなかったし、こだわりすぎず自分の好きなもののために描いていく。でたまにこう湧いてきたらなんかそれはそれで描いて絵を描いてみるとか、そういうもの、絵のあり方が変わった。なるほどね。なんかこの動画見てる中の人にも多分今まさに絵が描けないとか、絵に関わらずなんか自分がこうやりたいのにできないみたいな悩みを持ってる人がいっぱいいると思うんだけど、なんかもしよければその人たちに向けてちょっとメッセージとかいいですか？描かなきゃってすごい思うのもわかるし、描かなきゃ以外にも例えば歌わなきゃとか、やらなきゃあれのために頑張らなきゃ、すごいこうなってる時ってめちゃくちゃ苦しいし、だからって言ってこうやめたってすぐ慣れるわけじゃないのもわかる、すごいわかるんだけど、最初なんでそれをやりたかったかとかを思い出してみたり、ちょっと外に散歩に出るような気持ちで、なんか完全にやめるんじゃなくて、ちょっと寄り道してみることできっとなんか楽になることっていっぱいあると思うし、寄り道した先に実はもっとそのやりたいこと、これもっとやってみたいなってことがいっぱいもしかしたら見つかるかもしれないから、でそうなった時に例えば絵だったら歌だったら歌だけど、それって絶対もうやってきたことは絶対無駄じゃない、もがいたり、
誰かに何か言われて傷ついて、もう書けなくなっちゃって、悩みながら書いてた時期とかも絶対生きてくるから、もう無駄じゃないから、一旦散歩してみると、いいものがきっと見つかると思う。散歩大事です、本当に。宇宙ちゃん、今日はありがとう。ありがとうございます。またちょっとどこかでお話できたら嬉しいなと思ってるので、お願いします。ありがとうございました。宇宙ちゃんから告知などありましたらお願いします。はい。2023年7月9日。7月9日。日曜日、阿佐ヶ谷ロフトにて、ソロアイドルのおこたゆにちゃんとやってる定期イベントがありまして、元気笑顔クラブっていう。すごい。懐かしいな、この感じ。懐かしい。懐かしい。それおこたが作ってくれた。初めて、ペイントツールで作るやつ。学校の授業で作るやつみたいな。情報の授業で作るやつ。情報だ。これが、阿佐ヶ谷ロフトでお昼のイベントでして、12時からありまして、それで配信もございます。で、これはなんか何をするイベントかっていうと、まあ、季節ごとにやってるイベントなんで、今回は夏をテーマにいろいろ喋ったり、歌ったり、そして今川宇宙リアル母の手作りフード。すごい。割烹星娘と題して、今川の母ちゃんのご飯が食べれるっていう。これはいかねばですね。いろいろあります。はい。と、あとですね、これ来年なんですけど、2024年1月12日から17日、新宿シアタートップスにて、私が所属している劇団、大人の麦茶の第 30.5 杯目公演って、番外公演みたいな形になるんですけど、私が脚本演出をやる舞台、すいません、どうかしてましたという作品が上演されますので、こちら今、とても頑張って、とても面白い本を書いていますので、ぜひ見に来てください。お願いします。はい。